皆さんこんにちは。卓球の用具選びでこのラバーなんとなく打球感がいい気がするんだよなとか、メーカーのカタログに書いてあるすごそうな説明文ってどこまで本当なんだろうなんて迷ったり疑問に思ったりしたこと一度はありませんか？ありますよね。打球感がマイルドとか圧倒的な球持ちなんて言葉、卓球をやっていると毎日のように耳にしますけど、具体的に何がどう違うのかって実はこれまで長年感覚だけで語られてきたんですよね。そうなんですよ。打球感が手に残ると言われても、それが木材の振動のせいなのかラバーの凹凸のせいなのかさっぱりわからないまま感覚で選んでいたプレイヤーも多かったはずです。そんな卓球ファンや用具へのこだわりが止まらないギア好き、用具ギークな皆さんの間で、今見るだけで卓球の知識と IQ が爆上がりすると話題沸騰中の YouTube チャンネルがあるんです。それがとりあえず調べてみたチャンネル、卓球メイン、グローバルブランド名トリシラ TT ラボです。このチャンネル一見するとこれ大学の論文発表ですか、学会のプレゼンですかって驚いちゃうくらい、ものすごくディープで濃密な検証を行っているんですよね。なのに一度見始めると、その圧倒的なデータ量と独自の鋭い切り口にぐいぐい引き込まれて、気がついたら最後まで見ちゃう不思議な中毒性があるんです。本当に沼落ち必至なんですよね。公式の YouTube チャンネル概要やコミュニティ投稿のデータでも明かされているんですが、なんと平均視聴時間が20分を超えるような長尺動画が何本もずらりと並んでいて、一般的なスポーツ動画の枠組みを完全に飛び越えちゃってるんですよ。通常スポーツ系の YouTube 動画って5分から10分くらいが主流じゃないですか。そうですよね。20分超え、時には30分から50分に及ぶ長尺動画が毎回多くの視聴者様に最後までじっくり見られているのは YouTube のスポーツカテゴリーとしては超異例中の異例なんです。今回はまだこのチャンネルの凄さを体験していない視聴者様に向けて、私たち MC のケンジとミサキがチャンネルの唯一無二の魅力やディープな見どころ、さらには動画制作の驚きの裏側や使用ツールまで明るく楽しくたっぷりとお届けしていきます。これを見ればあなたの卓球感や用具選びの基準がガラリと変わること間違いなしです。知的好奇心をフルに刺激する知的エンターテインメントの世界へ、ぜひ最後まで一緒にお付き合いくださいね。さてケンジさん、このとりあえず調べてみたチャンネル卓球メインですが、具体的にどんな衝撃的な発見や検証が行われているのか、まずは全体のハイライトをぎゅっと凝縮してお伝えしていきましょう。いいですね。一言で言うと、卓球界で長年個人の感覚論や都市伝説として扱われてきた様々な出来事を科学とデータと一時情報でバッサリと解き明かしているのが最大のポイントなんです。例えばラケットの側面に貼るサイドテープ、あれって多くのプレイヤーが単なる傷防止の保護用テープだと思っていませんでしたか？絶対そう思ってますよ。卓球台の角にガツンとぶつけた時にラケットの木材が欠けたり壊れたりしないように守るガードですよね。実はハテナブログのオフィシャル保管サイトトリシラ TT ラボザ・サイエンティフィック・トゥルース・オブ・テーブルテニスギアやチャンネルのコミュニティ投稿でも詳しく解説されているんですが、わずか 1g の重量変化がラケット外周部の完成モーメント MOI に大きな影響を与えて、ブレードのブレを抑えて物理的にスイートスポットを広げる効果があることが実証されているんです。たった 1g のサイドテープがラケットの性能を物理的にチューニングする精密パーツだったなんて衝撃ですよね。単なるガードじゃなくて性能変更パーツだったなんて。さらに驚きなのがラバーを貼る時の水溶性接着剤に関する検証です。早く乾かそうとしてドライヤーの温風をガーッと当てる人結構いますよね。でも公式の実験検証によると、急激な温風は接着膜の均一性を損なってポリマー成分を不均一に凝固させてしまい、多球感を悪化しちゃうので、今すぐドライヤーを投げ捨てろという衝撃の結論が出ているんです。ドライヤー僕も昔使っちゃってましたよ。早く練習したいからって温風で乾かすと、実はラバーとラケットの間の打球感が台無しになっていたなんて。他にも廃盤になった伝説の名品ラケットやラバーの内部構造を AI で分析して、現行品の中から全く同じ素材積層構造を持つ隠れた同一構成品を特定しちゃったり、昭和から令和にかけてのルール改正が選手のフォームに与えた物理的影響を分析したりと、驚きの連続なんです。感覚をすべて科学と数値で解き明かしていくスタイルですね。こうした具体的な検証の詳細はこれからじっくり深掘りしていきますので、皆さん楽しみにしていてくださいね。ここからはこのチャンネルがなぜこれほどまでに視聴者様を引きつけるのか、その核心である3つの研究ピラーについて詳しく見ていきましょう。美咲さん、1つ目のピラーは何でしょうか？はい、1つ目のピラーは AI パワードアナリティクス、 AI を駆使したデータ予測分析です。 AI を駆使したデータ分析。スポーツチャンネルで AI って具体的にどう活用されているんですか？単に AI に質問して答えてもらうだけじゃないんですよね。全然違います。
なんと Google の最先端 AI であるジェミニディープリサーチなどをフル活用して、世界中の卓球に関する学術論文や特許情報、科学データ、さらには過去の膨大な試合や用具のデータを多角的に横断解析しているんです。世界中の論文や特許データまで AI で解析しちゃうんですか？スケールがすごすぎますね。個人の経験談とは次元が違いますよ。そうなんです。例えば感覚的な評価になりがちな打球の飛行軌道や弾道、ラケットとラバーの相互作用シナジーを AI を使って客観的な数値や予測モデルとしてバシッと提示してくれるんですよ。この組み合わせは相性がいい気がするとか、弾む感じがするじゃなくて、データ上この素材とこのコードの組み合わせではこういう物理的相互作用が起きていると数値で示してくれるわけですね。まさにその通りです。だからこそ視聴者様も、なるほど、だから自分はあの打球感に感じていたのかと納得感が違いますし、説得力がずば抜けているんですよね。続いて2つ目の研究ピラーについて教えてください。2つ目のピラーはメカニカルフィジクス、物理学メカニクスによる解明です。物理学とメカニクス、卓球の打球感や用具の挙動を物理学の法則で解き明かすということですか？そうなんです。卓球界で長年使われてきた球持ちが良い、打球感がマイルド、手に打球感が響く、ボールをつかむ感覚といったふわっとした曖昧な感覚表現ってありますよね。当チャンネルではそれらの言葉を慣性モーメント、MOI、合成分布、振動周波数、流体力学といった明確な物理用語へと翻訳して解説しているんです。感覚的な言葉を物理用語に翻訳する。それってすごく頭が整理されますし、理にかなっていますね。そうなんですよ。なぜ球持ちがよく感じられるのかを、ラケットの木材のしなりや振動数、ボールがラバーに接触している数ミリ秒という極小の時間内の物理的メカニズムとして論理的に解明してくれるので、自分の感覚の正体が科学的にクリアになるんです。自分が感じていた感覚は間違っていなかったんだとか、こういう物理現象が起きていたからあの打球感だったんだと証明されるのってなんだかワクワクしますよね。用具選びの基準が店員のおすすめやなんとなくから自分のプレイスタイルに合った物理特性へと進化するわけですね。そして3つ目のピラーがファーストハンドインベスティゲーション、徹底的な位置情報調査です。位置情報調査。これはメーカーのパンフレットやカタログの宣伝文句を鵜呑みにしないということでしょうか？その通りです。メーカーのカタログに書いてある魅力的なキャッチコピーだけに惑わされず、実際の素材の化学構造や特許情報プラットフォーム J プラットパッドなどで公開されている特許出願処理、さらには国際卓球連盟 ITTF の技術ドキュメントや歴史的資料まで直接追跡調査を行っています。特許出願書類や国際連盟の技術ドキュメントまで直接見に行くなんて、もはやプロの研究者やジャーナリスト並みの探求心ですね。さらに驚くべきことに、実際のラバーやラケットの製造コスト、原価計算まで踏み込んで分析したり、メーカーやベテラン選手もあえて触れないような不都合な真実までオープンかつ客観的に分析しているんですよ。誰も言えなかった業界の裏側や構造までデータに基づいてフラットに提示してくれるわけですね。 AI によるデータ分析、物理学によるメカニズム解明、徹底的な一次情報調査、この3つの強力なピラーがあるからこそ、他のどんな動画とも一線を画す唯一無二の信頼性と面白さが生まれているんです。さて美咲さん、あんなにハイクオリティで1本30分から50分もある濃密なリサーチ動画って一体どうやって作られているのか気になりますよね。気になりますよね。実はその裏側には最新の AI ツール群と高度に構造化された制作プロセスが集結しているんです。YouTube コミュニティ投稿の解説などをもとに、その驚きの制作パイプラインを解剖しちゃいましょう。ぜひ教えてください。まず最初のリサーチ一次情報収集フェーズではどんなツールを使っているんですか？ここでは先ほども登場した Google ジェミニディープリサーチや特許データベースである J プラットパッドをフル稼働させています。世界中の学術論文や科学素材データ、特許公開広報、ITTF の技術文書を横断的に集約しているんです。情報収集の段階から AI と巨大データベースの力を集結させているんですね。では集めた膨大なデータはどうやって動画の台本にしていくんですか？2つ目のスクリプトと構造化フェーズでは生成 AI を活用してテキストを構造化しています。学術論文で使われるアブストラクト構造を取り入れて、プロローグ、イントロダクション、エグゼクティブサマリー、本編、まとめという完璧な構成に再構築しているんです。タイムスタンプも精密に設計されています。まさに大学や研究機関の論文発表のような美しい構造ですね。そして動画で見やすく表示されるスライドやグラフも綺麗ですよね。
3番目の視覚化プレゼン作成フェーズでは、データ可視化ソフトを使って合成分布や振動数、完成モーメントのグラフ、木材の積層図などを直感的に理解できるスライドへ落とし込んでいるんです。さらに多言語吹き替え機能、YouTube AI オートダビングや多言語字幕の自動配備まで盛り込まれています。この高度に自動化、システム化された制作ラインがあるからこそ、研究発表レベルの長尺動画が安定して生み出されているんですね。ケンジさん、ここで一つ視聴者様にぜひ知ってほしい、このチャンネルの最大の美学があるんです。美学ですか？卓球チャンネルにおける美学って一体どんなものなんですか？このチャンネル、卓球の専門チャンネルなのに、正しいフォームの打ち方や技術レッスン動画をあえて一切作らないんです。卓球チャンネルなのにレッスン動画を作らないんですか？ YouTube の卓球動画といえば、ドライブの打ち方とかサーブの切り方が王道じゃないですか。どうして作らないんですか？それこそが運営者の並々ならぬ哲学なんです。チャンネルの公式コミュニティ投稿でも深く語られているんですが、人間の体って手の大きさ、指の長さ、関節の柔軟性、骨格、筋肉のつき方に至るまで一人一人全く異なりますよね。確かに背が高い人もいれば小柄な人もいますし、手首が柔らかい人もいれば硬い人もいますもんね。そうなんです。だからこのフォームで振るのが絶対の正解ですという一律のレッスン動画を出してしまうと、視聴者様の身体的特性によってはかえって体に負担がかかって怪我をしてしまったり、フォームが崩れてスランプに陥ってしまうリスクがあるんです。これが身体的個体差と感覚論のパラドックスなんです。なるほど。良かれと思って教えたフォームが人によっては身体構造に合わないどころか害になってしまう可能性があるからなんですね。その通りです。だからこそ当チャンネルでは個人の身体差に左右されないフォーム指導ではなく、用具とボールが衝突した時に起きる 100% 客観的な物理現象やルール改定による歴史的事実だけを提供するスタイルを貫いているんです。自分だけのフォームを模索するプレイヤーにとって、これほどフラットで信頼できる情報源はありませんよね。ここからはチャンネル内の大人気再生リスト、用具物理精密チューニングから驚きの検証テーマをご紹介していきます。まずは先ほどサマリーでも少し触れたサイドテープの真実についてです。はい。サイドテープって多くの人はラケットの角を台にぶつけて傷つけないための保護用ガードとして貼っていますよね。はい、僕も大切なラケットを守るために絶対に貼っています。気が欠けるとショックですもんね。もちろんその保護目的もあるのですが、 YouTube のコミュニティ投稿やハテナブログ、トリシラ TT ラボ The Scientific Truth of Table Tennis Gear で発表された検証結果によると、サイドテープは単なる保護用品を超えたラケットの性能を変化させる物理チューニングパーツだったんです。精密チューニングパーツ。具体的に物理的にラケットへ何が起きているんですか？サイドテープを貼ることでわずか 1g 程度の重量がラケットの最も外側の外周部に追加されますよね。物理学において回転の中心から遠い場所に重量が加わると、慣性モーメント MOI が急激に大きくなるんです。慣性モーメントが大きくなると実際の打球にはどんな変化が起きるんですか？慣性モーメントが大きくなると、ボールがブレードの中心を外れて端に当たった時のラケットのブレや面ねじれが物理的に強く抑制されます。その結果、スイートスポットが外側に大きく拡張されたのと同じ状態になり、打球の安定性が格段に向上するんです。重量の増減や張る位置、幅によってラケットの振り抜きやすさやスイートスポットの広さを自分好みに精密制御できるなんて、サイドテープの見方が今日から一変しますね。続いて用具物理精密チューニングリストから手や指のサイズとグリップの安定性、そして球持ちの物理メカニズムについて見ていきましょう。シェイクハンドのグリップって人によってグリップテープを巻いたりヤスリで木を削ったりしますよね。あれも科学的な根拠があるんですか？大ありなんです。手のひらの大きさや指の長さに対してラケットのグリップ周長が適正でないと、握るときに手や前腕に余計な筋力を使ってしまい、打球時に手元で微小な振動をうまく吸収ブロックできなくなってしまうんです。グリップの太さが手に合っていないと無駄な力が入って打球の振動を手元で吸収できなくなっちゃうんだ。そうなんです。そして卓球界で永遠のテーマとされる球持ちが良い、ボールをつかむという感覚ですが、これも物理学で証明されています。球持ちって実際にはボールがラバーに乗っている時間が長いのかなって思ってましたけど、どうなんでしょう？実はボールとラバーが接触している時間って数ミリ秒というほんのわずかな一瞬なんです。チャンネルの検証ではラケットの木材固有の振動数や板のしなり、
ポイントとなるラバーのスポンジやトップシートの凹凸構造、粒形状の復元速度が絶妙に噛み合った時に、人間が脳で球持ちが良いと知覚しているんです。単にボールが長くくっついているわけじゃなくて、振動数や変形復元のプロセスを脳が掴んだと錯覚、知覚していたんですね。聞けば聞くほどすっきりします。続いての再生リストは、素材構造メーカー横断比較です。ここはメーカーの垣根を越えた検証が目白押しで、用具好きにはたまらないゾーンですね。そうですね。まず注目したいのが、ラケットの表面材として圧倒的なシェアを誇る木材、リンバの秘密についての検証です。リンバ、いろんなメーカーの5枚合板や7枚合板、特殊素材ラケットの表面に使われていますよね。なぜそんなに世界中でリンバが選ばれているんですか？チャンネルの分析によると、リンバ材は木材としての密度と適度な柔らかさのバランスが絶妙で、打球時の衝撃エネルギーをラケット内部の特殊素材や中心へ均一に伝達するのに最も適した物理特性を持っているからなんです。衝撃エネルギーを内部にきれいに伝える役割を果たしているんですね。はい。動画衝突の連続、純ちゃん vs 菅沼祐希の男のフォアハンドガチ狂い試合などの用具打球分析でも触れられていますが、硬すぎる表面材だとボールがすぐ跳ね返ってしまい、内部のインナー素材や芯材の良さを活かせないことがあります。リンバが表面にあることで、木材の柔らかな打球感を保ちつつ、奥にある特殊素材の反発力を最大限に引き出せるという物理的理由を解き明かしているんです。世界中のメーカーがこぞってリンバを表面材に採用する理由には、ちゃんとした物理的構造的根拠があったんですね。納得です。素材構造メーカー横断比較リストから、次は卓球界で大人気の特殊素材配置、インナー ALC とアウター ALC の応答差についての検証です。アリレートカーボン ALC をブレードの表面近くに配置するアウターと、中心の木材の隣に配置するインナー。打球感が全然違うのはみんな知っていますが、物理的には何が起きているんですか？チャンネルではメーカーの垣根を越えてエネルギー伝達速度とブレードのしなりを徹底的に比較測定しています。アウター配置の場合、ボールが接触した瞬間に表面近くの硬いカーボン層にヒットするため、エネルギー伝達速度が極めて速く、高い初速とダイレクトな打球感を生み出します。打った瞬間にパチンと素早く跳ね返る感覚ですね。じゃあインナー配置はどうなんでしょうか？インナー配置の場合、ボールが接触した瞬間は表面の木材層が衝撃を吸収してブレード全体が大きくしなり、その後に内部の ALC 層が反発します。このしなりによるわずかな時間差がボールの軌道を安定させ、強烈な回転を生み出す物理的メカニズムになっていることをグラフと数値で可視化しているんです。アウターとインナーでエネルギーが伝わるスピードと板の変形プロセスが科学的にどう違うのかがはっきりわかると、自分の戦術や好みに合わせた用具選びで迷わなくなりますね。まさにそこなんです。単にインナーは飛びが控えめでアウターは飛ぶという雑な理解ではなく、どの段階で復元力が働くかというエネルギー挙動のタイムラインで選べるようになるのが当チャンネルを見る最大のメリットですね。探してでもこのリストの中で特に話題になり、多くのプレイヤーの度肝を抜いたのが、水溶性接着剤の真実とラバーの原価計算ですよね。はい。YouTube コミュニティ投稿でも大きな反響を呼んだ検証ですね。日本、中国、韓国、欧州メーカーの水溶性接着剤を科学的に比較検証した回です。冒頭でも話に出ましたけど、ドライヤーの温風で乾かすなっていうのはどういう科学的理由なんですか？接着剤に含まれる水分をドライヤーの急激な熱風で一気に蒸発させると、接着剤のポリマー成分が不均一に凝固してしまい、膜に微小なダマやムラができるんです。このムラがラケットとラバーの間のエネルギートランスファー、伝達を阻害して打球感を悪化させてしまうんですよ。自然乾燥でじっくり乾かすことで、均一で美しくフラットな接着膜ができて、ラケットとラバー本来の性能が 100% 発揮されるわけですね。その通りです。さらに動画、今年の新商品、今年はイクシオムでガチャガチャに盛り上がれなどで触れられる最新ギアの話題とも関連して、卓球ボールの深淵度や高度の違いや、ラバーの製造プロセスにおける化学素材コスト、原価構造まで深く考察していて、業界の裏側まで知ることも超魅力的なんです。接着剤の乾かし方からラバーの原価、化学素材コストまで徹底分析してくれるチャンネルなんて、世界中探しても絶対他にないですよ。原価や化学姿勢を知ると、メーカーがどれだけ素材開発に投資しているのか、あるいは広告宣伝費に載せられているのかがフラットに見えてくるので、賢い消費者、ギークになれるんですよね。さて、続いての再生リストは視聴者リクエスト&同一構成探しです。ここは視聴者様からのリアルな悩みにお答える、まさに神企画が詰まったリストなんですよ。自分が長年愛用していたラケットやラバーが廃盤になっちゃって、代わりが見つからなくて困っているっていう悩み。
卓球経験者なら一度は経験する廃盤ショックですよね。まさにそれです。例えば初代強評王や表ソフトラバーのスペクトル S1 といった連接的な名品や廃盤用具に対して、チャンネルでは木材の積層順、板圧、基本構造、ゴムの配合率などを AI とデータベースで徹底分析。昔の名品の内部構造まで AI とデータで徹底的に解剖しちゃうんですか？はい。そして現在市場で手に入る現行用具の中から全く同じ素材、構成、物理特性を持つ隠れた同一構成アイテムを特定して教えてくれるんです。それって長年愛用していたギアが廃盤になって途方に暮れていたプレイヤーにとってはまさに救世主のような企画じゃないですか？本当にそうなんです。単になんとなく打球感が似ている気がするという主観的なおすすめではなく、板圧や素材の積層構造、物理特性が客観的に一致しているものを弾き出して提示してくれるので、安心して新しい道具へ移行できるんですよね。自分の思い出のラケットの遺伝子を継いだ後継ギアを科学的に見つけられるなんて胸が高鳴ります。同一構成探しでは大人気の王道ラケットの同等品類似構想探しも大評判なんですよね。そうなんです。例えば王道ラケットとして圧倒的な人気を誇るインナーフォースレイヤー ALC と同等の素材構成を持つ他メーカーラケットの検索企画などがあります。インナーフォースレイヤー ALC といえば初心者からトップ選手まで幅広い層に愛されている超名作ラケットですよね。はい。チャンネルではその木材構成や ALC の配置、厚みをベースに他メーカーから発売されている同等性能を持ちながら価格面で非常にコストパフォーマンスに優れた選択肢などをピックアップして紹介してくれています。性能や素材構成はほぼ同じなのにこんなにお得で手に取りやすい選択肢があるんだっていう発見ができるのは部活動でお小遣いに限りがある学生さんや市民プレイヤーにとってもすごくありがたいですよね。視聴者様からのリクエストコメントに対してここまでロジカルかつ誠実にお答えてくれる姿勢が熱狂的なファンを生み出し続けている理由の一つなんですよね。コメント欄が視聴者様と運営者さんの知的な交流の場になっていて、コミュニティ全体で探求を楽しんでいるのが最高です。続いての再生リストは業界構造、歴史変遷、社会学です。用具の物理にとどまらず卓球界全体の歴史や社会構造にまで視野を広げている思考派リストですね。はい。特に面白いのが昭和から令和へルール・用具改革に伴うフォーム変遷の分析です。卓球ってここ20年30年くらいでルールや道具の規格がめちゃくちゃ変わりましたよね。ボールが38ミリから40ミリになり、さらにセルロイドからプラスチックボールになったり、有機溶剤ドリューが禁止になったり。そうなんです。動画卓球マッツンに瞬横に対する流しレシーブを教えてみた鹿南8卓球クラブ ST のような技術的背景の理解にもつながるのですが、ルール変更によってボールの空気抵抗や回転減衰率が物理的にどう変化したかを緻密に追跡しているんです。ボールが大きく重くなったことで空気抵抗が増えて回転がほどけやすくなったり減速しやすくなったんですよね。その結果、選手のスタンスが広くなり、昔のような大きな振り切りから前陣でのコンパクトなスイングや打点を早期に捉えて前へ押し出すようなインパクトが必要不可欠になりました。道具やルールの変化が物理法則を通じて選手のフォームをどのように変化させたのかを時代順に完璧に解明しているんです。今の選手がなぜこういうフォームや打ち方をしているのかという歴史的物理的理由がわかると、世界大会や T リーグの試合を見るのが何倍も楽しくなりますね。単なる個人の好みではなく、現代の物理環境でボールを最も効率よく飛ばすための必然的な進化だったことが理解できるのが素晴らしいですよね。業界構造、歴史変遷、社会学リストから、次は極めてリアルで重要な社会問題に切り込んだ、中学校部活動の地域移行問題についての検証です。部活動の地域移行ってニュースでもよく話題になっていますけど、卓球界にも大きな影響がある問題なんですか？非常に大きな影響があります。チャンネルでは2026年時点における部活動地域移行の最新進捗と現場が直面している課題を、行政データや地域ごとの環境格差といった一次資料をもとに冷徹かつ冷静に分析しています。単なる感情論や噂話ではなく、実際の行政データに基づいて客観的に見つめ直しているんですね。はい。指導者不足や施設利用にかかるコスト負担、地域ごとの受け皿の格差など、現場のプレイヤーや保護者様、指導者様が直面しているリアルな現状を浮き彫りにし、卓球というスポーツの持続可能性について深い問いを投げかけているんです。用具の物理分析にとどまらず、卓球を取り巻く社会環境や未来のプレイヤーたちの環境にまで責任感を持って言及しているのが本当に素晴らしい姿勢ですよね。スポーツの未来を真剣に考えるからこそ、こうした社会的なトピックも一時情報に基づいて発信し続けているんですよね。
そして社会学、科学の分野として医学的、生理的な検証も行われているんですよね。そうなんです。卓球による認知症予防改善共同研究の解説動画です。卓球って障害スポーツとして体にいいイメージはありますけど、認知症の予防や脳の活性化にも高い効果があるんですか？はい。T-NEXT や3つテクノロジーズなどが進めている最新の共同研究報告をチャンネルで一時調査していて、卓球というスポーツが人間の脳機能や認知機能にどのような生理的、科学的影響を与えるのかを検証しています。卓球って相手が打った回転やスピードを瞬時に判断して、数ミリ秒で身体を動かして返球するから頭をフル回転させますもんね。そこにまさにそれです。動体視力、空間把握能力、ポイントとなる指先や全身の微小な運動制御が脳の広い領域を強力に刺激することが科学的に立証されています。子どもたちの脳の発達からシニア世代の健康維持まで、あらゆる世代にとって卓球がいかに素晴らしいスポーツであるかを科学的エビデンスとともに示してくれる胸が熱なる検証です。卓球のプレーやギア選びがそのまま健康寿命の延伸や脳のトレーニングに直結しているなんて、一生続けたくなるスポーツですよね。さてケンジさん、このチャンネルの凄さは日本国内だけにとどまらないんです。最新の AI 技術を駆使したグローバル展開が猛スピードで加速しているんです。海外の卓球ファンやギークたちにも配信されているんですか？具体的にどんな取り組みをしているんですか？まず一つ目が YouTube の最新機能 AI マルチ音声トラック AI オートダビングへの対応です。 AI による自動吹き替え機能ですね。動画プレイヤーの歯車マークから音声トラックを選ぶと、なんと English AI ジェネレーティッドが選択できるんです。日本語の専門的な解説が驚くほど自然でクリアな英語音声へリアルタイムで吹き替えられて再生されるんですよ。言語の壁を越えて英語圏の卓球ファンもそのままのハイクワリティな内容で楽しめるんだ。さらに英語だけでなく、ドイツ語、ベトナム語、タイ語、ウクライナ語、ロシア語、スウェーデン語など世界各国の文脈に合わせた多言語 AI 翻訳字幕も完備されています。海外ブランドトリシラ TT ラボとして世界中の卓球ギークたちへ研究結果を届けているんです。日本初の卓球ギア科学研究が最新テクノロジーに乗って世界基準でシェアされているのは誇らしいですよね。チャンネルの個性を語る上で絶対に見逃せないのがユニークすぎるコミュニティとエコシステムですよね。美咲さん、話題沸騰のメンバーシップについて教えてください。出ましたね。なんとこのチャンネルには月額6万8000円という衝撃的なメンバーシップコースが存在するんです。6万8000円？月額でですか？一体どんな豪華な限定特典がついてくるんですか？コミュニティ切り抜き動画6万8000円メンバーシップの特典つけたよ、ハッシュタグ VTuber、ハッシュタグ雑談、ハッシュタグ切り抜きでも語られているのですが、6万円のコースって何がついてくるのという質問に対して運営者は、いや別に何もついてこないよと正直に回答しているんです。何もついてこないって爆笑しちゃいましたよ。でもなんでそんなコースが用意されているんですか？これは特別なリタラー目的ではなく、このチャンネルの素晴らしい研究活動そのものをバトロンとして全力で支援したいという熱狂的なスポンサーのための枠組みなんですよね。視聴者様との深い信頼関係とユーモアがあるからこそ成り立つ素敵な関係です。なるほど。さらにおすすめアルゴリズムの動作検証立件を行うサブチャンネルトリシラチャンネル2や引用論文特許データを整理したオフィシャル保管サイトトリシラ TT ラボザ・サイエンティフィック・トゥルース・オブ・テーブル・テニス・ギアハテナブログなどエコシステム全体が知的好奇心に満ち溢れているんですよね。アルゴリズムの動きすら実験対象にしちゃう徹底ぶりがどこまでも調べてみたチャンネルらしくていい々しいですよね。というわけで今回はとりあえず調べてみたチャンネル卓球メインの魅力を余すことなく解剖してお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか？いやー、最初から最後まで知的好奇心が刺激されっぱなしでしたね。なんとなくの打球感ではなく論理的なデータで用具を選びたい、自分のラケットやラバーの本当の役割を知りたい、メーカーの宣伝文句に振り回されたくないという方にこれ以上ない最高の知的エンターテインメントチャンネルだと確信しました。はい、気になった方はぜひ身近なテーマであるサイドテープや水溶性接着剤の動画、あるいはご自身の興味のある再生リストからチェックしてみてくださいね。動画を見終わった時、皆さんの用具選びと卓球感はきっと新次元へと進化しているはずです。それでは今回の徹底解剖コーナーはここまでとなります。ご視聴ありがとうございました。